どうも皆さんこんにちは。市川純喜です。本日の動画では久しぶりに僕が最近購入したもの、購入品の方を紹介していこうかなと思います。最後にね、購入品紹介の動画を上げたのが意外と2ヶ月前とかだったので、結構購入品の方が溜まってきてまして、今回はね、その溜まってきた購入品を一挙まとめて紹介しようかなと思います。で、今回の動画は今までの動画とは違って、結構僕っぽくないものがたくさんあって、かつ、今後僕がやっていきたいスタイルがすごいわかりやすいような購入品になっていて、かなり参考になるかなと思うので、ぜひですね、今回の動画も最後までご視聴いただければと思います。ということで早速、僕が最近購入したものを順番に一つずつ紹介していきます。まず最初に紹介する購入品がこちらになります。はい。こちらですね。ゴーシャ・ラブチンスキーの2016年秋冬シーズンのニットになります。前の動画でも着用してたんですけれども、昔懐かしね、2016年なので、9年前か。もう9年前とかなんですけど、9年以上前のゴーシャのね、昔のニットになります。でね、これはね、僕と、同じぐらいの世代の人とか、それより上の世代の人だったらわかると思うんですけど、今はなきね、リルピープが着用してたことでも、かなり有名なアイテムになっております。ゴーシャのアイテムは定期的に買ってるんですけど、中でもこの2016年とか2015年ぐらいの、初期のゴーシャって結構デザインが調子いいものが多くて、結構定期的に買い集めてはいるんですけど、このアイテムは結構好きですね、これとかは。でね、このニットは僕インスタの方でも載せたんですけど、もしかしたらね、気づかれた方いるかもしれないんですけど、僕インスタではこれ裏返しに着てて、こういう感じでタグとか切って、ちょっとリバーシブル風にして着てますね。裏返して着るとね、この刺繍の色が反転するので、ちょっとそれも面白いかなと思います。ゴーシャのアイテムは定期的に買ってるんですけど、今のタイミングでゴーシャを着るのがすごいいいなと思ってて、やっぱ昔のゴーシャはすごいクオリティが高いですし、サイズ感とか、難しいサイズ感とかも含めて、今の細身なトレンドにすごく合いやすいし、今着てる人も全然いないしで、昔流行ったゴーシャとかをちょっと拾い上げてきて、今のノリに混ぜるみたいなのを僕はすごいやりたくて、結構昔のゴーシャをチェックしてることが多いかなっていう感じですね。続いて紹介する購入品がこちらになります。よいしょ。はい。こちらですね。こちらがデュオロームの2003年 SS シーズンのデニムになります。爪痕というか、この、なんていうんですか、色落ちがあるデニムですね。デュオロのデニムに関しては、前からずっと買ってて、これはもう7本目とかかな。もうそろそろちょっとコンプリートしそうな勢いって感じで、もう割とエディのディオールに関しては結構集め切ったかなと思ってます。でね、やっぱこのデニムはね、すごい合わせやすくて、真っ黒なデニムよりもすごい合わせやすいですね、これは。細さもちょうどいい細さで、デザインもね、そんなやりすぎてない、ちょうどいいデザイン感なんで、すごい合わせやすくて、いろんな合わせで使ってますね。これは前の動画でも紹介したみたいにブーツインのスタイルで着ることがすごい多いんですけど、古着もそうですし、現行のブランドとかと合わせても違和感なくハマるので、いろんな合わせで使ってるかなっていうデニムです。やっぱね、最近、ディオールのデニム履いてる方、街中でも結構見かけるようになってきて、夏の段階とかだとまだ全然いなかったんですけど、やっぱ寒い時期になってきて、スキニー履く人がすごい増えてきたイメージで、ディオールのデニムも全体的に相場がもうグッと上がってきたイメージがありますね。割と海外とかでも、日本と同じタイミングで結構相場は上がってるのかなっていう印象ですね。相変わらずサイズは30ですね。サイズ30で購入しています。スキニーを夏から履き続けてたんですけど、体がスキニーに慣れてきたのか、だんだん足が細くなってきてて、30でもちょっと緩くなってきましたね、僕は。29か30を履いてるんですけど、もしかしたら28も履けそうっていう感じで、結構スキニーはね、ダイエット効果もあるので、すごいおすすめです。って感じで、紹介したのはこのディオールのスキニーでした。続いて紹介する購入品がこちらになります。よいしょ。はい。こちらですね。Y3 のレザーフーディーになります。意外なところかなと思うんですけれども、
Y3 の、ね、昔のアイテムを購入しました。昔の Y3 って結構調子いいアイテムが多くて、意外とね、チェックしてない方が多いかなと思います。で、Y3 自体は、結構昔からあるブランドではあって、2002年から本格的に始まってて、そのぐらいの時代からある、ブランドではあるんですけど、これもね、結構初期の方だと思います。やっぱね、この時代の、初期 Y3、結構ね、クオリティ高いものが多くて、作り込まれてるんですよね。今の Y3 を別に否定するわけじゃないんですけど、なんか今よりもね、結構クオリティが高くて、かつこう、すごいしっかりしてるアイテムが多いんで、なんか Y3 とか結構チェックしてみるのはおすすめかなと思いますね。みんながチェックしてないところからかっこいいアイテムを拾い上げてくるっていうのが結構僕はすごい好きなので、Y3 とかはいいかなと思いますね。この茶色いファー、薄いファーがついてて、茶色っぽいというか茶色ベースのアイテムなんで、なんかこの色味もいいかなと思って買いました。でね、このロゴ、Y3 のロゴがこうデカデカと出てて、なんか今 Y3 をこうロゴドンで使うのが、面白いんじゃないのかなと思ってて。ちょっと前とかだったら、Y3 とかって結構ロゴドンのね、アイテムで着てる人めちゃくちゃ多かったんですけど、今なんかもうその層が結構絶滅したというか、もう Y3 着てる人が全然いないんで、街中で。なんか逆に今のタイミングで Y3 を身につけるのは結構ありなんじゃないのかなと思ってますね。全然関係ないんですけど、Y3 のイントネーションって何が正しいんですかね？ Y3 なのか Y3 なのか、皆さんはどっち派ですか？多分Y3 のイントネーションが正しいと思うんですけど、ベトモンとベトモンみたいな感じで、なんかイントネーションによってちょっとイメージ変わりますよね。めちゃくちゃどうでもいい話なんですけど。僕はこの Y3 に関しては、なんか、素振りたい時というか、ちょっと格好つけたい時はちょっと Y3 って言うんですけど、そんな感じで、この Y3 のね、Y3 のこのレザーのパーカーになってますね。2014年ぐらいかな ?2013、14ぐらいから、Y3 のイメージがあんま良くなくなったイメージがあるんで、それよりも前の Y3 とかはめっちゃ調子いいアイテムが多いですし、ほんと初期のアディダスと幼児山本のコラボっていう位置づけで Y3 が出てた時は、Y3 が出てた時は、かっこいいアイテムがめちゃくちゃ多かったんで、なんかその時代のアイテムとかチェックしてみると、面白いのが結構見つかるんじゃないのかなと思いますね。ゴーシャとか Y3 とか、ちょっと前に流行ったけど、今誰も着てないなみたいなアイテムを、拾い上げてきて、今のこのスキニーのノリに合わせるのにハマってるし、なんかその合わせって結構可能性を感じるなって個人的に思ってるので、なんか今はそのノリをずっとやってるかなっていう感じですね。これは結構お気に入りのアイテムです。インスタの投稿にもね、載せてるんで、よかったらチェックしてみてください。で、次に紹介するアイテムがこちらになります。はい。よいしょ。こちらもね、昔、懐かしのブランドなんですけれども、オフホワイトの2016年 SS シーズンのスタジアムジャケットになります。これもね、Y3 と一緒で、昔流行ったブランドの、代表例かなと思うんですけれども、皆さんオフホワイトのことちゃんと覚えてますかね？ちょっと前までだったら、着てる人、渋谷とかね、新宿とか歩けば、いかつい人が着てたんですけど、もうそのいかつい人たちですら着てなくて、今、オフホワイト。世界中で誰も着てないんじゃないかってぐらい、オフホワイト着てる人がいなくなっちゃったんですけど、だから今がチャンスと思って僕はオフホワイト今買い集めてるんですけど、マジの初期のオフホワイト、バージル・アブロー本人がやってて、すごい勢いがあった時代のオフホワイトって、かっこいいアイテムめちゃくちゃ多くて、本当はね、なんか矢印、この、矢印が書いてる、めっちゃオフホワイトっぽい、もうなんか、いかにもオフホワイトみたいなやつが欲しかったんですけど、そのいかにもオフホワイトみたいなやつって、かっこよく着るのがすごい難しくて、いいアイテムあったんですけど、なんかまだタイミング的にちょっと早いかなと思って、このぐらいのデザイン感だったら、まだかっこよく着れるかなっていうので、ちょっと試験的なね、あれではあるんですけど、こういうのデザインのオフホワイト買いました。この時代のオフホワイト、今のオフホワイトもそうなんですけど、オフホワイトやっぱ物のクオリティがめちゃくちゃ高いので、普通にシルエットとかはめちゃくちゃいいですね。ただ、サイズ選びだけちょっと難しくて、当時のオフホワイトとか、2016、17とかは、オーバーサイズ全盛期ではあるので、結構ね、小さめに買わないと、いい感じに着れないんですけど、僕もこれね、このスタジャンは、サイズ XS かな。結構ちっちゃめに買ってて。
ちっちゃめに買ってて、今のサイズ感でぴったりみたいなのできてますね。で、やっぱりこういう、この、もう、パッと見ね、この、うわ、何これみたいな、このなんかこの時代遅れ感がえぐい、この、終わってる風のアイテムをこう拾い上げてきて、今のスタイルにぶつけるっていうのが、やっぱすごい新しくて、前の動画でも話した2010年代とかね、2000年代後半から2010年代初期ぐらいまでのあの時代のあの嫌な感じを、さらにその先の2016年とか2015年以降のノリのブランドを混ぜてやるっていうのが、僕が今すごい挑戦してるバランスの取り方ではあって、さっき紹介した、ゴーシャとか、Y3 とかもそうですし、オフホワイトとか、あとビロンとか、いろんなブランドあるんですけど、そのあたりの、今終わってるとされてるオワコンブランドを、こう、救いたいというか、オワコンブランドを、持ってきて、今のね、輝かしいディオールだったりとか、サンローランとか、そういったブランドにこう混ぜ込む。なんならその、もっと今、オンタイムのバレンシアガだったりとかともう混ぜて、もうぐちゃぐちゃにしてっていうのが、今すごい新しいスタイルなんじゃないのかなと思って。世界規模で見てても、なんかまだオフホワイトとか Y3 とか、そこら辺のブランドに注目してる人っていなくて、結構ここら辺にフォーカスしていくのは、新しいんじゃないのかなと思ってますね。で、僕の感覚では、今オフホワイトって結構僕はこれもう、めちゃくちゃかっこいいじゃんと思ってるんですけど、なんなら愛着湧いてきちゃって、結構僕は好きなんですけど、今どうなんですかね、感覚的に。街中の人とかは、まだこれをダサいと思うのかどうなのか、僕はちょっとわからないところなんですけど、なんか今ね、その、ヤンキー的なね、人とかが、ファッションに興味がないであろう層とかが、もう着てないのを見ると、誰も着てないし、誰も多分オフホワイトのこと覚えてないと思うんで、今がチャンスなんじゃないのかなと思いますね。なんかね、新しい着こなしをしたいよって思ってる方、いたら、オフホワイトめちゃくちゃおすすめです。オフホワイトの中でも、2015年代の初期ですね。2016とか17ぐらいの初期オフホワイトをチェックするのはすごいおすすめです。海外の古着屋とかも、もしかしたらソロボチ、目をつけるんじゃないのかなと思ってます。オフホワイトに関しては、やっぱクオリティがめちゃくちゃ高いし、本人気っていう概念が生まれてるっていうので、アーカイブとして、価値が上がる可能性は十二分に秘めているので、なんかその、2010年代のね、ブランドで、ベトモンとかバレンシアガとか、あのあたりとかは、間違いなくアーカイブの枠に入ると思うんですけど、その次の枠に入るブランドって何なんだろうと考えると、ホワイトは代表格なのかなと思ってます。って感じで、気になった方はぜひね、オフホワイトちょっとチェックしてみることをお勧めします。って感じで、購入したのはこちらのオフホワイトのスタジャンでした。次に紹介する購入品がこちらになります。はい。こちらですね。こちらが、プーマの BD になります。これはね、一応古着で買ったアイテムなんですけど、なんかのコラボとかではなくて全然インラインのアイテムになっております。最近ロゴドンを僕は結構推してて、イヴ・サンローランとかのね、ロゴドンの T シャツ着てたりとかもあるんですけど、なんかそのみんなが、チェックしてないだろうなっていうブランドのロゴドンをあえて着るっていうムーブにすごいハマってて、なんかプーマとかって、ロゴのイメージがあんまいいイメージないかなと思うんですけど、なんかそこを逆手にとって、逆に主張しちゃおうみたいなので、ちょっと買ってみました。でね、買ってみたらね、意外とこの、いろんな合わせがしやすいなっていうのに気づいて、さっきのね、オフホワイトのスタジャンとかの、合わせにもすごい合うんですけど、意外とコートとか、そういうかっちりしたアイテムの外しとして使うのにもすごい活躍してて、プーマの B にね、だからこの、みんなが買えるアイテムなんだけど、誰も被ってないみたいな。なんかそういうところを攻めるのが、面白いかなと思って、被ってますね。今なんかプーマのこの立ち位置的にも、なんかめっちゃ、なんか一時期のアシックスとかほど流行ってるわけでもないし、かといってめっちゃ終わってるかっていうと別にめっちゃ終わってもないしっていう、このちょうどいい位置にプーマが今いると思うんで、だからこそなんかすごい好きというか、この時代、この時期、このタイミングならではなのかなと思ってますね。これとか全然多分、メルカリとかで探せば2、3000円とかで出てくると思うんで、結構これおすすめです。
僕はなんかこれ、最近よく被ってますね。なんかこういうのを、プラダとかね、グッチとか、そういうハイブランドのアイテムの外しとして合わせたりとか、まあ、さっきのホワイトとかと合わせたりみたいなので楽しんでるかなっていう感じです。なんかね、ヘッドピース、今年の冬は結構こういうヘッドピースでなんかロゴもののアイテムとか、ちょっと時代を感じるようなアイテムとかを合わせてみたくて、で、これになんかスキニーの合わせとかして、みたいなので、まあ楽しんでるかなっていう感じです。ちょっとデカすぎるぐらいのこのロゴの感じがいいかなと思ってます。まあ、こういうね、真正面にして被ったりとか、ちょっとずらしてね、この、表の半分だけ出したりとか、まあ、いろんな被り方してるんですけど、まあ真後ろにしたりとかね。まあ、いろんな被り方でちょっと個性出していただいて、まあいいんじゃないかなと思います。まあね、これもね、結構カラーバリエーションがいろいろあって、グレーベースとかもあるんで、グレーベースとか、あと真っ白とかもあるから、真っ白とかも、面白いかなと思います。そんな感じで。まあね、このあたりのロゴドンのアイテムとかは、取り入れたら面白いんじゃないのかなっていう感じです。全然関係ないんですけど、まあ、最近じゃないんですけど、まあ、結構前に購入して、まあ、紹介し忘れたものを紹介しようと思うんですけれども、まあ、服じゃないんですけど、こちらですね。この iPhone 7。こちらも購入しました。でこれは、最近の僕のインスタの投稿、よく何で撮ってるんですかって聞かれるんですけど、全部これで撮ってます。この iPhone 7で撮ってます。で、iPhone 7で撮ると、画質がね、ちょうどいい感じになって、映像とかもね、たまにこれで撮ったりしてるんですけど、ちょうどいい感じになるんですごいおすすめです。僕のインスタの投稿はもう、ほぼほぼ全部これで撮ってますね。割とね、最近流行ってますよね。このちょっと昔の画質で撮るの。結構これで撮ると雰囲気が出やすくて、背景とか、全然適当なところで撮っても、なんかそれっぽくなるんで、それっぽくなるって言ったらなんかすごい浅いんですけど。ので、撮ってる。これで撮ってますね。ちょっとね、ずっと服の話してたんで、ちょっと休憩しようかなと思うんですけど、最近TikTok 見てるともう、稲妻イレブンの動画しか流れてこなくて、皆さん稲妻イレブンってわかりますかね？稲妻イレブンはドンピシャ世代で、1、2、3、ジオーが5、5-2ぐらいまでやり込んでるぐらい、稲入れが大好きなんですけど、最近のその稲妻イレブンビクトリー、通称稲ビクがもうありえないぐらい流れてきてて、もうね、それがやりたくて仕方なくて、僕は。でも今稲入れやったらもう絶対何も手につかなくなっちゃうんで、やらないようにしようと思ってるんですけど、TikTok でも出てくるし、もう YouTube でも出てくるようになっちゃって、やりたくて仕方ないんですよね。皆さん稲入れ、なんか好きなキャラとかいました？僕稲入れの中では、帝国学園のね、元王、主人公の雷門中の、なんかライバル校にあたる帝国学園っていう学校の、源田幸次郎、まあ、通称元王ってやつがいるんですけど、そいつが僕めちゃくちゃ好きで、全部のシリーズでゴールキーパー元王にしてましたね。初代とかは元王いるんで、まあもちろん元王にするんですけど、ゴーとか、松風天馬の時代ですら元王とか、わざわざ引き抜いてきて、使ってましたね。GO2 の時はね、ミキシマックスっていう、見てない人絶対わかんないな。なんかね、こう、人と人を混ぜれるみたいな機能があったんですけど、そこでね、元王と、新帝国学園の雅野ってやつがいるんですけど、そいつをミキシマックスさせて、そいつをミキシマックスさせると、ジオーガのエスカバのビジュアルになるんですけど、それで使ってましたね。それが超強くて、超強くはなかったんだけど、堅くなにそれを使ってましたね。それで大会とか出てました、僕は。なんかその当時の記憶がすごい蘇ってきて、うわーもう稲入れやりてーと思って、もう今稲入れやりたすぎて仕方なくて、ごめんなさいね、全然関係ない稲入れトークで。いや、どうなんだろうな、今の世代って稲入れわかんのかな？知ってんのかな、稲入れ、みんな。ぜひ皆さんのね、稲入れの好きなキャラ教えてほしいんですけど。はい。続いて紹介する購入品がこちらになります。はい。こちらですね。こちらがヘルムート・ラングの2003年秋冬シーズンのボンバージャケットになります。ラングの名作なんですけれども、こういう感じでね、至るところにこうボンテージが張り巡らされているアイテムになっております。これはね、僕友達から購入したアイテムなんですけれども、結構気に入ってるアイテムでございます。
でね、ラングのアイテムってね、僕、今日着てるデニムジャケットもこれラングなんですけど、ラングのアイテムずっとね、集めてはいて、今のね、この細身のトレンドにすごい相性が良くて、ラングってね、結構細身なアイテムが多いんですよね。なんで、すごいトレンドとの相性めちゃくちゃ良くて、たくさん着てますね。で、これもね、結構ボリューミーな見た目なんですけど、細身のパンツとの相性がすごい良くて、さっきの 03AW のスキニーと合わせて、ブーツインのスタイルで、履いた時のバランス感っていうのがめちゃくちゃ良くて、すごい気に入って着てるジャケットですね。ラングはね、2ヶ月に1回ぐらいのペースで、ラングのアイテムは相変わらず買ってるんですけど、やっぱ飽きないですね。プラダ、ミュウミュウ、ラングのアーカイブは、多分いろんなブランドのアーカイブの中でも手放さないアイテムかなと思いますね。僕は一番プラダのアーカイブを所持してるんですけど、ラングも結構な数持ってて、ラングのアイテムもあんま売ったことはないから、こういう代表的な分かりやすいシグネチャーというか、めちゃくちゃ名作みたいなやつはあんま売らずに残ってることが多いかなっていう感じですね。でね、僕ラングのね、この色味がすごい好きで、ちょっとミリタリーテイストなこのカラーっていうのがやっぱすごく好きで、ね、こういう色味ってね、やっぱ古着との相性がめちゃくちゃ良くて、馴染むんですよね、めっちゃ。他のブランドとかだったら、こういろんなブランドと合わせることが難しかったりするんですけど、ラングはいろんなブランドと合わせやすいのもそうだし、色味がちょっとニュアンスカラーっぽい色味なんで、古着とかとの相性がすごく良くて、スタイリングがすごいしやすい。いろんなスタイリングができるっていうので結構気に入ってますね。これもね、めちゃくちゃ気に入ってるアイテムの一つではあるんで、コーディネートの動画とか、そういう大きな企画でちょっと紹介しようかなと思っております。っていう感じで、ラングのボンバージャケットでした。続いて紹介する購入品がこちらになります。よいしょ。はい。こちらですね。こちらがね、古着のアイテムなんですけれども、昔のギャップですね。オールドギャップのニットフーディーになります。今ね、ちょっとブランド物ばっかり紹介してたんですけど、たまにはね、こういう古着も買いますよということで、何の変哲もない古着のオールドギャップのニットフーディーになります。で、これはね、特筆するところとしては、プルオーバーなんですけど、トップの部分にボタンがたくさんくっついてて、いろんな着方を楽しめるよっていうアイテムですね。こういう感じで着れるアイテムになっております。ここの襟元の部分をちょっと開けてあげて、インナー見せてあげたり、ボーダー仕込んだりとか、あとはシャツネクタイとか見せてあげたりとか、いろんな着方ができるアイテムで、色味もね、みんなが好きなちょうどいい濃いめのグレーっていうので、いろんな合わせがしやすいんで、それこそさっきのカーキだったりとか、緑系のアイテムとの相性がすごく良くて、これはいろんな使い道があって使ってますね。でね、ちょっとアームも割と細めな作りなので、全体のシルエット細めにしたい時とかによく使ってます。近くの、古着屋で購入したアイテムなんですけど、実はね、僕はこういうアイテムもちょっと定期的にディグリはしてるので、その僕のたまに出るディグリシリーズの一つっていう感じですね。そんな感じで軽い購入品っていう感じです。はい。ニットフリーでした。続いて紹介する購入品がこちらになります。よいしょ。こちらですね。はい。これがプラダのボディバッグになります。シーズンがね、99年の秋冬シーズンのボディバッグです。これね、ちょっと動画で伝わるかわかんないですけど、こういう感じで、ちょっと面白いんですけど、体にね、こう、巻きつける感じで使うボディバッグになっております。僕のね、インスタの投稿にね、載ってるんですけど、こういう感じで使えるアイテムで、これね、一応リバーシブル仕様で、こう、地面だけじゃなくても、裏返して反対面でも使えるっていうアイテムになっております。これもね、割と安く転がってて、今のうちにということで買っておきました。99年のプラダはやっぱ名作が多くて、こういう小物系、体に身につける系のアイテムは、かっこいいアイテムがやっぱすごい多いですね。98とか99とか。この時代はかっこいいものが多くて。これはね、コーディネートの、スタイリングのアクセントになるかなっていうので、買ったアイテムです。定期的にね、プラダもラングと一緒でアーカイブは買ってるんですけど、忘れずにね、このあたりの
シーズンのアイテムは買い集めていきたいなと思っています。これもやっぱかっこいいですよね。ナイロンとレザーがドッキングされてて、ここの部分がレザーで、ベースはナイロンなんですけど、かっこいいですね。っていう、これもちょっと軽い購入品シリーズでした。次に紹介する購入品がこちらになります。よいしょ。はい。こちらですね。こちらが、バルマンのライダースパーカーになります。クリストフ・デカルナンがデザイナーをしてた時期のバルマンなんですけれども、ちょっとね、厚手の、ちょっとアウターっぽいパーカーなんですが、センターにね、センターじゃないか、ちょっと位置ずれてるところにジップがある、ライダースパーカーですね。ここにちょっと肘当て、エルボーパッチだったりとかついてたり、背中の部分がわかりやすいかな。背中の部分にこういう感じで、ライダースっぽい留め具がついてたりするアイテムになっております。バルマンもやっぱりこう、年々というかほんとここ数ヶ月ですけど、ちょっと上がってきてるブランドではあって、この時代のバルマンもやっぱかっこいいアイテムがすごい多いですね。ディオールほどまでは、こうパーンって上がってないんですけど、バルマンも同じぐらい人気にはなってきていて、結構この時代のね、バルマンはかっこいいものが多いので、定期的にやっぱずっと見てるなっていう感じです。バルマンはね、パンツもかっこいいものが多いんですけど、トップス類かな。上半身のアイテム、やっぱかっこいいものが多くて、結構ね、定期的にチェックしてると、これバルマンなんだ、みたいな。かっこいいものが多いので、見てみることをすごいおすすめしますね。ちょっと前だったら、このバルマンのこのノリって、ちょっとやりすぎかなとか、ちょっとデザインが強すぎるかなと思ってたんですけど、今見ると別にそんな気にならないかなって感じで、むしろ今の気分的に、ちょっとデザインは強めで、やりすぎてるぐらいが割とちょうど良かったりはするので、そういう気分的にも、バルマンは、ぴったりというか、時代感に合ってるなっていうので、買うことが多いかなっていう感じです。これね、パーカーのこのフードの部分が結構変わってて、忍者パーカーみたいな感じになってて、すごい気に入ってます。で、これすげえあったかくて、アウター感覚で着てることが多いかなっていうアイテムですね。ライダースパーカーって今ね、現行のブランドでは全然なくて、昔のブランドでも出してるのが全然なくて、ほんとバルマンぐらいなんで、パオリタネみたいな感じで買ったアイテムになっております。って感じで、バルマンのパーカーでした。続いて紹介する購入品がこちらになります。はい。こちらですね。こちらがティンバーランドのブーツになります。前の動画でカラー系のブーツが欲しいっていう話してたと思うんですけれども、それに当たるブーツを買ったよということで、ティンバーランドのね、真っ青のブーツを購入しました。これはね、買ってからしばらく経ってるんですけど、一回も履いてなくて、合わせ方がね、難しいですね。すごい難しくて、全然履けてないんですが、そろそろね、履けそう。そろそろ、これを活かせるコーデができたよっていうことで、ちょっとどっかのタイミングでお披露目できたらと思うんですけれども、青い靴って単純に持ってなかったんで、挑戦する意味で買ったんですけど、想像してたよりも合わせるのがやっぱ難しくて、上半身のね、色をやっぱ明るくしたりとかして、合わせることが多いかなって感じですね。足元だけ青とかでもいいんですけど、茶色とかよりも浮きすぎちゃって、僕は一個を目立たせるコーディネートがあんま好きじゃないので、バランス感取るのが難しいんですけど、いろいろ試行錯誤しつつ履いてるかなっていうブーツです。青のブーツってね、探すと意外と全然ないんですよね。で、こういうレースアップのブーツが欲しかったんで、ティンバーランドでいいかっていうことで、ティンバーのブーツにしました。白ベースとかかな。白とかそっち系の色味との相性がすごいいいんで、そういう感じで履きたいなと思ってるアイテムです。今年の冬もね、冬の1週間コーデの動画を上げようとはしているので、そこら辺で見せれたらいいかなと思っております。って感じで、このティンバーランドの青のブーツでした。僕のね、最近購入したアイテムを順番に紹介させていただきました。冒頭にも話した通り、結構ね、僕らしくないものというか、今までの僕が、手つけてなかった部分を結構積極的にね、買ってたので、割と今回の購入品は参考になるものが多かったんじゃないのかなと思います。この動画が良かったなと思う方は、高評価、コメント、そして、チャンネル登録のほど何卒よろしくお願いいたします。
ということで、本日の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。